そうですね。健介隊もいつの間にか人数が増えましたし、ちゃんと指揮ができるかな。しのちゃんの引き抜きのご褒美として大幅加増されたからね。しかも一気に3000石も。さすが健介様だよね。しかし治療が増えれば軍役も増える。本来ならば60人程度でよかったのですが、それを100人も雇うとは、いささかやりすぎではありませんか。しかし健介様の蓄えが。無欲なのですね、健介様は。お頭お優しいです。私頑張ってもっと手柄を立てますね。だね。私たちが頑張れば健介様だって出世するんだし、みんなで健介会を盛り上げよう。何やら楽しそうですね、健介隊は。健介隊だったらいつものことですよ。作戦会議をしようと思って。わざわざ本陣に来ていただくよりも手っ取り早いですから。そうですね。赤組は美月様を筆頭に若菜ちゃんにワンコちゃんという家中きっての武闘派揃い。隊の性質から言っても正面衝突は避けるべきというのが私とひなちゃんの共通見解です。今回の演習場所は平野ですから兵を伏せることもできない。ですが美月様たちと真正面の戦いというのはさすがに厳しいですから、何か策はないかと健介殿に聞きに来た次第です。ひな、こういうだだっ広いところで戦うのあまり好きじゃないからなんともかな。そうだよ、忍者のお里甲賀出身で、しかも甲賀21家の一番下がひなのおうちって自称してるんだよ。だってひな母さんの代のことよく知らないし、別に興味ないし、まあ知らなくても死なないからそれでいいんだよ。ひなちゃんはいつもこんな調子ですからね。それで尾張一の軍師殿を家臣に持つ健介殿にご相談しに来たのです。策ですか。この演習では足軽たちの戦闘力とそれを指揮する者の統率力が勝敗を分かつ重要な要素となるでしょう。具兵なども使えないとなると、最重要な点はどうやって相手の備えを崩すか、そしてどうやって相手の息を消沈させるか、この2点となるでしょう。でも突進させたら家中有数の突進バカたちだよ。先にヒナたちの備えが崩されると思うな。しかりですから、相手の裏をかくのです。でもどうやって？まず本陣を中心に前に押し出し、正面からぶつかると相手に思わせます。配置は中央後方に丹羽衆、そしてその前に滝川衆と健介隊を配置と、ここまでは定石ですが、策として滝川衆と健介隊は馬印を掲げるのみとします。敵陣から見て全ての部隊が本陣を固めていると思わせるためです。ということは実際には他のところに大将がいるっ
ってことね。はい。健介様、そしてひな殿のお二人は小部隊を率いて別の場所で待機。この2つを敵将を撃つ1の矢2の矢とします。ふむふむ。ひよとコロのお二人は残りの健介隊を率いて麦穂様の指揮下に入り、時期を見極めて滝川殿に合図を送る。ひな殿は合図とともに敵の横腹をつくために素早く動いてください。それは分かったけど、そんなので大丈夫なのかなってひな思っちゃうんだけど。策は本来敵部隊の動きを予測して立てるものですが、隊を動かすのは大将の役目。つまり策を立てるには大将の人となりを考えるのが一番です。若菜殿はホロ州に選抜されているとはいえ一騎掛けを好む武者。対してワンコ殿はその見かけによらずなかなか計算高い面もおありですが、まだまだ蛮勇を振るいたがる傾向にある。黒ホロ州が動けばワンコ殿は必ず若菜殿の動きにつられることでしょう。旗が3つ並んでいる様子を目の当たりにすれば足を止めることなく必ずやシャニムに突っ込んでくる。必ずなの？考えてもみてください。黒ホロ州、赤ホロ州は槍働きの確かな猛者が集う精鋭。逆に言えば功に対して目がない者たちが揃っているのです。自らの槍働きに自信を持てば持つほど槍働きから生み出される功の大きさに夢が広がる。そんな欲深な足軽たちを統率するにはまだまだお二人は経験が浅いと言えるでしょう。事実美濃にいた頃はあのお二人を狙い撃ちにして織田勢の混乱を生み出すきっかけにしていましたから。そんなお二人の突進を麦穂様が受け止めいなした時に双方一瞬だけ停止する時間が生まれる。なるほど。今はその時に横腹をついたらいいんだね。そうです。そして逆腹を健介様がつき二人を討ち取ればこの戦有利に進めることができるでしょう。逆に言うと打ち取れなければ負けだね。けどそれだけ頑張っても勝ちってなるんじゃなくて有利に進められるってだけなんだね。残念ながら赤組の大将である柴田様についてはさすがの私も手が思いつきません。美月様ってそんなに強いんだ。それはそうよ。鬼柴田といえば周辺にまで聞こえた猛将ですからね。個人の武勇も高く兵を率いては身体誠に精妙であるとまで言われておりますから、こちらの兵数が多く柴田衆が半分ほど減っている状態でようやく対等に勝負ができる。それほどまでに柴田衆とは強い部隊なのです。この演習で勝ちたいのであればさっさ前田両名を序盤に討ち取った後粘りに粘って消耗戦に持ち込み2度目の奇襲をかけて本陣を陥落させるしかないでしょう。多分なんとかなると思う。そりゃあそうだよ。健介くんより実戦経験あるし。眠い。ではシノの作戦でいきましょう。守備よく若菜ちゃんとワンコちゃんを討ち取った後はあとはその後は久しぶりに美月様と真剣勝負をするつもりよ。おー、米五郎座が本気になってる。さすがの私も美月様と1対1ではなかなか手こずりますけれど、
兵がいて消耗戦を演出するのならばいくらでもやりようがありますからね。麦穂様がやる気ならこの戦いわからなくなってきますね。そうなんですか？統率力も高く読みも確か。それに主勢の戦なら家中では一番だってひなは思ってる。ダメですよ。健介殿の働きが肝になっているのですから頑張ってくださいね。私は戦場の外で矛と盾の共演を楽しませていただこうと思います。体を動かすのは苦手ですから、もし乱戦に巻き込まれでもしたら間違いなく死ぬことになるでしょう。運動は苦手です。大丈夫ですよ。策は授けましたし、健介様ならば臨機応変に対応できると信じております。もう十分いただいておりますよ。内緒です。では私はこれにて皆様のご武運をマリ視点に祈っております。おー。それで良いのですよ。今私たちがやらなければならないことは稲葉山の者たちに危機感を抱かせることなのです。火よところ2人の報告にあった兵の移動というやつです。そういうこと。その隙をついて稲葉山城を吸収っていうのをクオン様は考えてるんだと思うよ。それだけ辰興殿の周囲に還元をする者がいないということでしょうね。叱ってくれる人がいないって寂しいよね。以前は西能州筆頭の安藤殿が還元をしていたらしいのですが、その還元を聞かず疎ましく感じて安藤殿を遠ざけたとか。それが果実の稲葉山城乗っ取りにつながったのではないか。私はそう考えています。ええ、この演習が終わった後、時を置かずに美濃侵攻という流れになるでしょうね。あら、健介殿ご自身のために手柄を立てようとは思わないのですか？後悔しておいでなのですか？始まりの合図である。皆の衆、部署につけい。はい、じゃあ健介くんも頑張ってね。
赤穂州筆頭前田ワンコ、みんなに槍の又座って呼ばれてるんだもん。この前みたいに不覚は取らないもんね。ワンコも負けないもん。また負けちゃいました。ひひ、褒められちゃった。はい、でも今回は私の負けですね。では健介様、勝ち名乗りを上げてくださいな。滝川彦右衛門和正黒幌州筆頭さっさ蔵之介が主級いただいちゃったよ。今です。皆の者押し返せ。まったく、貴様らも少しは白組の戦術眼を見習え。この一騎掛けのイノシシどもが。痛いよ。でも美月様、あんな風に来るなんて思ってもみなかったですし。それぐらい予想しておくのが普通だ。いってこれが殿のご身辺を守り奉る馬回りの精鋭の筆頭かと思うと情けなくて涙が出てくるわ。そこらで勘弁してやれ。しかし殿。オッケー。二人ともこれに懲りたら少しは兵の動かし方を勉強せよ。いつまでも一騎掛けの武者では出世はできんぞ。はーい、頑張ります。しかし白組はなかなか良い働きであった。麦穂、大義、恐れ入りましてございます。しかし今回のお手柄は私ではなく健介殿でございましょう。
さすが今孔明とまで呼ばれる竹中半兵衛。今後も健介の力になってやれ。御意。健介、我は何か気に障るようなことを言ってしまったのだろうか。そうか、ならば良いのだが。それより殿、そろそろ締めていただかないことには、尾張に戻る頃には夜が更けてしまいますぞ。では皆の者、演習大儀であった。今後も存分に励め。